どうも、世界一のユータ14です。はい、チェケラ、チケラということでね、はい、世界大会優勝しましたという感じなんですけど、まず最初に、たくさんの応援ありがとうございました。YouTube 普段見てくださってる方だったり、Twitter だったり、いろんなね、SNS でいろいろ連絡くださったり、普段クラクラをやってない方々だったり、すごく有名なね、配信者さんだったり、クラクラ以外のゲームで知り合った方々からもすごい見てもらえて、本当に励みになりましたし、実際に会場に来てくださった日本の方々もいらっしゃいましたし、ストリーマーさんもね、クラロワの配信者の方々も会場で応援してくださったりとか、本当に、本当に励みになりました。本当にありがとうございました。うん。はい、というわけで、お疲れ様です。世界大会が終わりました。優勝して今、1時間半ぐらいかな、経った感じです。うん。終わった後にインタビューがめちゃくちゃあって、オフでも、大会終わった壇上でもインタビューがあって、終わった後に、また、中で使うのかないろんなとこに、ホテル内のね、別の場所に移動して撮影して、で、あとは日本の公式用にって感じでインタビューをしてという形で、なかなか終わった後もたくさんインタビュー等々受けている状況でした。たくさんね、インタビューで、自分の気持ち、この時どう思ってましたかみたいなことをインタビューで当然話すわけなんですけど、そうこう話してるうちにだんだん落ち着いてまいりまして、思ってたこととかいろいろ話していこうかなと思います。はい。そうだな。今、ホテルですね。アフターパーティーがね、本当は今行われてる時間なんですけど、クイーンオンカーズの方はちょっと参加できないので、どうだろう。ちょっと配信見てないんでどういう説明受けてたのか、ちょっとわかんないんですけど、X チームとかもね、マスクしながらプレイしてたので、指してるかなと思うんですけど、X チームの方と、クイーンウォーカーズの方でもね、ちょっとね、そうだよ。今日ね、今日って言って伝わるか、このね、大変だったあれがわからないんだけど、昨日、世界大会前日ですね、PCR 検査を最後に夜に受けて、その結果がね、その世界大会決勝の日の朝に届くみたいな感じだったんですけど、その結果、メンバーの一人が陽性だったので、その段階で、本来集合時間に集合して、バスで、ホテルから会場へ向かうような感じだったんですけど、それができなくて、会場に着いたのがもう配信始まってる10時開始なんですけど、1試合目。10時半とかに会場に着いた感じですね、アリーナ。うん。なのでかなりバタバタしてました。一旦すべての荷物を別のホテルに移るので、隔離されちゃうのでね、別のホテルに移るために荷物をすべてまとめてくださいって言われて、荷物をバーって持ってって、で、正直ね、そんなことを全く予想もしなかったので、荷物だいぶ散らかしまくってたので慌てて荷物を畳んで、そこから、なんだろ他のホテルに移ってチェックインとかも当然してないので、住所書いたりとかパスポート提出したりとかで、朝ですよ、朝、ね、世界大会の朝に、そんな手続きでホテルの移動があって、バタバタで、正直、練習とかしてから行きたいなとか、フレチャリとかしてから行きたいなと思ってたんですけど、そういうのは当然できず、クラクラ一度も触れずに、会場に着いて、開く機会は、頑張れば行けたんですけど、ちょっと僕の場合は荷物が多かったのと、一人ね、若干1名死ぬほど長いやつがいたので、9時集合でね、9時45分ぐらいになってようやく出てきたやつがいるんで、うん、だいぶ遅れましたが、その結果、ついて、1試合目じゃなかったんでね、僕ら、GS と MSE スポーツが初戦で、MSE スポーツも GS もね、ちょっと関わりがある、当然日本クラの GS だし、MSE スポーツに関しては僕らと同じスポンサーで、前日の、2日前か、初日の夜に同じスポンサーなので、スポンサーの方が来て、MSE スポーツとクイーンウォーカーズで一緒に夜夕食をとったりとか、そもそもなんですけど、MSE スポーツの人とはね、かなり仲良くなりましたね。いろいろ声かけてもらったりとか、頑張ってね、みたいな感じだし、直接対決になった時もすごい、どっちが勝っても、悔いなしというか、お互いにリスペクトを持った対戦ができましたし、僕らがね、トライブと対戦してる時も、一番ではないか、日本の方々がね、多かったんですけど、すごく大きな声で声援を飛ばしてくれてたのもね、MSE スポーツで、
まあ僕、多分会場はね、そんなにはカメラに映ってないと思うんですけど、僕らの目線からだと、はっきりね、誰が誰、どこにいてみたいなのとか、誰が声出してくれてるかっていうのは正直わかるんですよ。なので、本当に励みになりましたね。まあ当然、まあ対戦相手だったり、まあ GS だったり、まあその辺のところもね、あったりするんですけど、まあシンプルに、まあボンさん、ドズルさん、まあボンさんはね、解説でやられてたんですけど、コミーさんとかケンツネスさんとかね、日本の方々 GS の方と混じってトライブ戦とか、すごい僕らの目につくところで大きな声を上げて、すごい大きな声で、まあ、来輝くんとかもいたし、応援してくれてて、で、特に最初の方とかトライブの応援団がやばくてもう、めちゃめちゃもうディフェンスってもう、あれだね。サッカー選手の、あれだわ、アウェーの気持ちが分かりましたね。えげつないやつで、最初。もうなんか、ちょっとでもミスしようなら、うおーみたいな、大拍手と、ものすごい圧があっちから飛んでくるし、まあ、トライブってなんか、メンバー全員もなんか割と大きな声を出したりとか、まあ、鼓舞するような大きな声とかでね、そういうので盛り上げるタイプの選手が多いんですけど、その、あれがなんか会場全体に伝わってて、結構、アッパーの時はだいぶちょっと飲まれちゃいましたね。まあ、アッパーの決勝戦で本当は勝てればよかったんですし、舞台は整ってたんですけど、僕の方がね、ちょっと時間切れでのパーセント敗北っていうところで、まあ、96対93だったかな、多分。落ち着いてやれば全然、なんだろう、96以上のパーセントで終えることはできたと振り返れば全然いけるやつだったので、だいぶ頭真っ白になっちゃったプレイングになって、すごい正直雰囲気に飲まれてたなって、その時は本当に思いましたし、なんだろ落ち着いてできなかったっていうのが一番あれでしたね。飲まれちゃったっていう言い方をするとなんかあれなんですけど、うん、そういう感じだったかな。で、めちゃくちゃ当然当たり前だけど悔しくて、もうなんだろこの悔しさはね、マジで取れば勝ちだったところ、しかもアッパー決勝でいけたところをローアに落としたっていう、これはマジで心理的にえぐいんですよ。うん。取れば勝ちの場合で。しかも、あれはね、本当に言葉にできない辛さっていうか、喪失感っていうか、今までクラクラやってきて一番、っていう瞬間でしたね。うん。まあオフラインだったっていうのも当然あるんで、特に普段ね、やってる環境とか全く違うところでプレイすることになるので、まあ普段他の人の声が聞こえないように僕普段プレイしてるので、他の人の声、会場の声とかなんかいろいろ聞こえてきて、もう、あ、そうなんだ。あとね、ゲーム音が聞こえないんですよね、あれ。音が聞こえないんですよ。ゲーム音とか効果音とかが聞こえないのが結構地味に辛かったですね。まあちょっとその辺は次回以降直してくれると嬉しいなって感じでした。空飛やってるとやっぱ援軍の音とかシングルの音とかが全く聞こえなくてイーグルの音とかね、ゲーム音なかったのちょっと辛かったっすね。ちょっと言い訳になっちゃうけど、まあその辺はぶっちゃけ関係なく自分の実力不足で負けちゃったっていうところが、まあ本当受け入れるべき感じなので、そうだな、優勝したっていうのにちょっとやっぱ自分で悔しかったところの方が正直フォーカス当たっちゃうかな。うん。まあ、4年間思い出すと本当に辛いことばっかりでいろいろ、正直これあれね、全くまとめずにただカメラ回し始めちゃったんで、終着何分になるか、どういう感じで終わるかも全く決めてないんでどうなるかわかんないんですけど、そうだ、一番最初に言うべきだった。うん。これ編集で一番先に入れるんで。どうも、世界一のユータ14です。はい、チェケラ、チケロって感じでね、きっとね、最初の方にね、ぶち込まれたんで、まあいい感じに編集するとして続きだね。何しよっかな。どんな話してたっけかな、この前まで。あれか。トライブ戦の振り返りでもしてたのかな、アッパーの。まあ、正直もう忘れたいぐらいなんですけど、まあ、僕が一番忘れちゃいけない対戦なので、あれに関しては。結構僕はね、自分のミスに関しても、まあ、自分で言うのもあれだけど、責任感はちょっと強いタイプなので、
かなり負い目っていうか、俺のせいでっていうのを本当に強くなんかそうだな、そんな感じでした。まあうまく切り替えようっていうふうには当然聞いて、まあ MSE スポーツ戦でね、かなり自分のプラン通りにしっかり全開が取り返すことができて、まあちょっと最初攻めるのちょっと怖かったんですけど、ぶっちゃけ。まあ、ほぼミスなく自分のプラン通りの全開が取れたことで、っていうか、そのトライブ戦のミスでも緊張みたいなところがバコンと吹き飛びました。っていうか、緊張よりも強い負の感情が心を制したので、まあ中二病みたいなことになっちゃったけど、緊張よりもっと強い、そうだよ。人はね、緊張よりもね、強い感情を目の当たりにするともう緊張がゼロになります。びっくりしました。もう無です。虚無。って感じ。もう、ってあってて。まあ、正直この感情とかはもう世界大会終わった今のこの瞬間にしか取れないものだと思うので、終わった後、ちょっと気持ちは整理できてないんですけど、そのまま話し続けてる感じになるんですが、そうだなやっぱり、でも、クイーンウォーカーズってやっぱ、トントントンってトントン拍子で行く感じなくて、どのあれも、逆境みたいな、なんか、よくね、言われるのが主人公感みたいな感じで言われるんですけど、劣勢になってからみたいなところがすごい多くて、逆転劇が本当に多いクランなんですよね、クイーンウォーカーズって。ギリギリのところで本当に1防衛入って、最後逆転みたいなのが本当に多くて、まあ、あれはなんだいくつだ ?2020 かな ?2 回目の世界大会のインツ戦とかがね、僕の中では一番印象に残ってる試合で、スタトラがね、最初に67%っていうのをやって、相手に3連続で全開取られて、で、パーセントで勝てないから、2防衛必要なんだけど、そこから連続で2防衛入って、クイーンウォーカーズ4連全開、最後決めて大逆転勝利で世界大会出場決定っていうのがね、インツ戦がめちゃめちゃ、もう、あの時が一番興奮したなっていう印象で覚えてたんですけど、まあ、それに、なんかそんな感じの展開でしたよね。正直ね、守ると思ってた、最後のドライブのアタック。結構ね、予感当たるんですけど、これ守るなって正直思ってましたね。あんまりね、負ける気がしなかったんだよね。こんなこと言うのもあれなんですけど、えーと、MSE スポーツ戦に勝って、で結構いい感じに、僕の中ではいい感じだなと思ったんで、パーフェクトゲームね、確か、あれは。で、トライブ戦との1戦目。あれもなんか負ける気がしなくて、なぜか。で、2戦目も負ける気がしなかったので、なんかよくわかんないけど、根拠のない自信って結構当たることが多いんですけど、そんな感じでしたね。で、絶対防衛できるからと思って、そしたら大盛り上がりの防衛が入って、フリクシーもね、すっげえいいやつなんですよ。結構僕はね、かなり仲良くなって、ホテルとかでもね、すごい気さくにいろいろ話しかけてくれて、なんか、そうなんだよな。オフラインって、仲良くなった人たちと対戦するから、露骨にね、相手の顔が浮かぶんですよ。ちょっと感情移入しちゃう敵チームながらも。うわーっていうのが、なんか、他の対戦でも仲いい人がミスした時とか、今のクラクラってやっぱり前回取ってすごいっていうよりは、落とした人が目立っちゃう環境なので、本当にプレイヤーからすると精神的に辛いんですよね。まあ、僕が感じたようなことをね、きっとドライブのフルクシーも感じてたと思うんですけど、まあそこで、まあ、本当はね、全開で抑えられればよかったんだけど、99%。ちょっとね、ロイちゃんがね、チキって早めに出しすぎちゃって、本当は残ったマルチとかもロイヤルチャンピオンで掴めるようなタイミングで出したいなーって思ってたんですけど、だいぶチキって先に出しましたね。まあ、結果的にそれが良くなかった。まあ、落ち着いて、でも防衛が入った時が一番ちょっと感動しちゃって本当に守ったってこれで
94だったかな？ 94% 以上取れば勝ち、優勝っていう最後のアタックだったんですけど、取ったら優勝じゃんみたいな。なんかわかんないけど、また根拠のない自信でこれ取れると思っちゃったんですよ。で、またよくわかんないあれなんだけど、もう防衛した段階でちょっと涙出ちゃって、いや泣いてないんですけど、涙が出ただけで泣いたわけではないんですけど、なんか感動しちゃってめちゃくちゃ、うわー、本当に守ってくれた。ああっていう。知ってるって思ったけど、それで最後のアタックですね。まあ一応、ウイニングランみたいな感じでね、走らせてもらって、まあ防衛に関しては今回はもう完全にちょっと方針を変えてて、まあガクとクラウスが中心に、まあ防衛配置をね、また海外の遠藤くんとか、まあちょっと助っ人でね、数人お手伝いも入っていただいたりとかで、ちょっとね、方針が変わったんですよ。まあ、結果的にそれがすごくよく響いて、今回の大会はクイーンウォーカーズはかなり防衛ができてた方のクランだと思いますし、うん。影の、まあ、影って言ったらあれなんだけど、めちゃめちゃ表立って目立つ防衛だったんですけど、まあ、非常にいい防衛をたくさん生んでくれたのはガクとクラウスと、まあ、遠藤くんのおかげだったかなと思います。うん。まあ、僕らが何もやってないかっていうとそういうわけじゃないんですけど、まあ、対戦相手のやつを調べたりとか、まあ、耐久の対戦をやったりとか、まあ、当然そういうのはあったんですけど、まあ、中心になってくれたのはガクとクラウスとエンドですごく助けられたなっていうところで、まあ、いろんなとこでも、インタビューとか、ツイートとかでも言ったんですけど、僕個人としては、やっぱり、味方に助けられたというか、他のメンバーにね、助けられて取れた優勝っていうのが一番感じてるのが僕で、星さんもね、ちょっと GS その後で結構そこら辺はね、結構言ってたんで、星さんもちょっとそういうところあるかなって思うんだけど、他のね、あの4人じゃないと、ガク、カズマ、クラウス、星さん、この4人じゃないと勝てなかったなって、本当に、本当にチームメンバーに恵まれましたね。まあ、僕はね、初期のクイーンウォーカーズを作った初期メンバーとしてはもうガクと僕だけで残ってるのがこの2人だけなんですよね、実は。最初ってなんか世界大会もなんかよくわかんなくて、オフラインでなんかあるらしいよみたいな。なんか 5V5 の大会始まるらしいみたいな感じで。なんかね、5V5 の対戦すら、世界大会始まった時ってなくて、世界大会ってか今って結構普通にいろんな世界大会以外の、公式大会以外の世界大会が結構あるじゃないですか。世界のトーナメントって感じかな。言い方とすると。当時は全くなくて、他の国のクランと対戦する機会もほぼなくて、まあじゃあ始める。なんか、面白そうだし、出てみっか。でも実際ポーランド行くってなったらいけなくねみたいなことで始めたのがクイーンウォーカーズのきっかけで。うん。まあね、もともとはぐれメタルの城っていうのをね、リーダー引き継いだタイミングで、世界一のクランにしたいということで、正直、当時のね、僕はね、本当に、一回僕クラクラやめちゃってる時期があるんですけど、その時の当時の僕は本当に世界で最強だと思ってたんですよ。うん。はぐれが一番強いんだ、世界最強だと思ってたんですよ。で、強いメンバーとかもね、どんどんそれで、やっぱりクランが強いと集まってくるようなもんで、で、志高く世界一目指そうぜ、みたいな感じで始まったのが、はぐれメタルっていう海外向けに、はぐれメタルの城を海外、なんか、ひらがな使えないんで、てかひらがなで浸透してね、もらえないんで、やっぱりある程度、英語の名前での実績が欲しかったので、はぐれメタルっていう名前にしまして、まあミックス30人とか40人の対戦で世界で活動してて、まあこれは世界一を目指してやってて、まあそっちの方でもね、トーナメントとか優勝できてたんですけど、公式大会じゃなかったので、本当の公式大会が始まるっていうところで、まあ、はぐれメタルの中からじゃあクイーンウォーカーズとして戦っていこうやっていうところで仲のいいメンバーとガクで集まって、今のメンバーだとね、ガクと2人で今残ってるメンバーだと話して作ってやっていこうかみたいな感じで。で、最初の方はよくわかんなくて、で、まあ負けちゃって、
カンストとかも全くしてなかったんだよね、確か。全然カンストとかしてなかったと思う。タウンホール12なんだよね、あの時確か。で、最初の月は、トライブが優勝して、で、トライブが優勝した時が、なんかやっぱ、クラクラ公式とかで、その世界大会の様子が上がるんですよね。すごい、オフラインでなんかめっちゃ、クラクラの大会やってる、かっこよみたいな感じから、そこからちょっと、世界大会すごい面白そうみたいな感じになって、進めていったのが、クイーンウォーカーズの発足のね、あれです。結構この辺の話してほしいってコメントとかもちょくちょくついてたんでね、クイーンウォーカーズの初期の話とか発足とか、はぐれの話聞きたいですみたいなのもあったんで、いい機会なんで話そうかなと思うんですけど、ちょっとこういうのを先に言ってから話すべきだよね。なんか作っときゃよかったけど。そんな感じで始まり、その後、次の年が確かチームケソだったかな。チームケソが優勝したと思うんだよね、確か。で、3月、4月で、俺ら6月3枚目だっけ。ちょっとあんま覚えてないんだけど、6月だったんですよ、取ったのが。で、僕らも勝ち上がってって、あ、4枚目だ、俺多分。俺ら。トライブ、ケソ、バタング、クイーンウォーカーズ、どこだと2つ。ノバと MCS だったかな。そんな順位だった気がするんで、ちょっと前後してるかもしれないけど、そんな感じだった気がする。ゴールデンチケット取った感じだと。うん。で、ケソがね、確か2月目の優勝だったんだけど、その辺でね、あれだったんですよ、僕ら。ちょっと真面目にやってみないっていうモードに入ったんですよ。本当に、ポーランドにね、もし勝ち上がったら行かなきゃいけなかったので、本当にポーランド行けるメンバーを集めて、ちょっと本気でやってみないって思い始めたのがチームケストの優勝を見た時でした。そこまでは、そんなに本気じゃなかった。ぶっちゃけ。勝てたらよくね、賞金も出るらしいよ、ぐらいで。勝ち上がっても行かなければいいでしょう。なんか、ポーランド行けなかったらいけなかったで、でも優勝だけ、なんか大会の経験として出てみよっか。どれだけできるかわかんないし、みたいな。なんかそういうノリだったんですね、最初って。まず、うん。勝つに越したことはないけど、みたいな感じで、普通にそんなモチベーション戦ってるので、そこそこいいとこには行ったんですけど、勝ち上がれずに。で、メンバー変えた、なんか本当にポーランド行けるメンバーに変えたんだよね、確かその後。で、6月でね、確か6月、6月で合ってる4枚目だし、4枚目の6月だったんだけど、で、ポンポンポンって出場しまして、トップオブジャパンっていう日本のクランも一緒に出場になってて、クイーンオーカズトップジャパンと日本結構強いんじゃないかみたいな、日本戦えるなみたいなのがその辺から風潮的に気づき始めてみんな、日本クランって世界的に見て強いんだみたいな感じの空気になりつつ、きっちり僕らがね、その月で優勝を取ったんですけど、それがね、それも結構劇的でして、うん。世界大会の優勝、世界大会出場を決めたのが僕の誕生日だったんですよね。で、それも確かね、防衛入ってからの勝ちだったんですよ、確か。うん。相手ちょっと決勝どこだったあれトップジャパンなんか準決とかじゃなかったっけ決勝どこだちょっともうあんま覚えてないんだけど、あれ決勝が TOJ だっけ準決ぐらいだった気がするんだよな。どうだったかな。ちょっと思い出せないんだけど、どこだったかな。キングスとか、なんかブラジルのベルナウとかもね、その時同じ回に来てて、キングスっていう強いクランがね、当時ブラジルであって、それがね、INTG になって、マリナウとかベルナウとかがね、そのクランにいたんだけど、ブラジルから2クラン来てたんだよ、確か。で、ノバイスポーツ、その年のね、世界チャンピオンだったノバがいて、ちょっと覚えてないや。で、ポーランドちゃう。デンマークかな。あとか、ポリッシュなんちゃらみたいなとこ、ライドラばっかやるとことか、あれじゃあ、決勝 ?TOJ か。あれ決勝戦だったのかちょっと待ってね。思い出す。
BO3 でやったのって多分決勝だよな。じゃあ、TOJ との決勝戦だったんだ、あれ。あれが決勝だ、じゃあ。はい。で、そうだね。それが、なんか、僕の誕生日で、まあその辺ぐらいからかな。やっぱ、なんか、持ってると。まあその前からウェルプレイドリーグとか、なんか結構ね、いろいろ僕持ってるって言われることが多くて、まあその世界大会出場を決めたのも結構誕生日ということで結構持ってるって言われて、クイーンウォーカーズ自体が結構そういう感じになったんですよね。なんか劣勢になっても大逆転で勝ち上がるみたいなのが、まあその、あれじゃだけじゃなくて、いろんなとこで、まあちっちゃいやつでも結構あったりするんですよね。まあそんな感じで逆転劇が多いクイーンウォーカーズ。うん。その辺からかな。なかなかシンプルにススーって勝ち上がれないね。うん。辛い試合が多いんだけど。で、まあ、皆さんご存知の通り、世界大会を3回ほど、その後、まあ、ポンポンポンと経験いたしまして、今年の世界大会ですよ。うん。正直今年の世界大会は、出場することがマジで難しくて、出れればなんとか戦えるっていう自信は当然あったんですけど、世界大会出るまでの予選が本当にきつくて、なかなかいろいろ噛み合わなくて、勝ち上がれない予選が多かったですね。まあ、最初とかいろいろトラブルとかもあったりとか、噛み合わないあれがあったりとかね、特に最初はウォームアップトーナメントっていうので、今年の世界大会前のウォームアップトーナメント優勝してるんですよね、僕らが。覚えてる人いるかな、バタングとの決勝戦だったと思うんだけど、多分ね。で、優勝して、世界一スタートから始まったんですけど、おお、世界一に始まり、世界一に終わったんですね。今気づきましたが、すごいことじゃないですか、これ普通に。ウォームアップトーナメント優勝したプランがここで優勝するって多分なかったと思うんで。うん。うん。で、正直な話、結構僕も今後のどうしようかなって思うところも結構思ってて、世界大会出れなかったらもう引退しようかなって思ってました。正直に言うとね。で、まあ、2人ぐらいには、1人2人ぐらいには、まあ、チームメンバーにも言ってなかったです、このことは。うん、自分の中で留めてたんですけど、クラクラ e スポーツから身を引こうかな、みたいなこともちょっと考えてました。なかなかね、結果が出なくて。ただ、他のメンバー、まあ僕が一番わかるんですけど、やっ世界で見てもやっぱ、まあ世界一になったんであれなんですけど、他の4人ってね、本当に強いんですよ。これがね、僕の功績はやっぱクイーンウォーカーズを作ったことと、世界最強の4人をね、味方につけたこと、これに尽きるわけなんですが、なんだろう。まあ全部が全部じゃないんだけど、まあ僕が結構負ける理由になることもあったりするので、やっぱそれって、なんか悔しいし、申し訳ないなっていう気持ちも多かったので、ちょっとね、今シーズンはね、個人的にもかなり苦しいシーズンだったので、クラクラ自体をやめようか。プロだね。5V5 として、なんかクイーンオカズとしての僕の活動を終えようか。ちょっと悩んでました。結構本気で悩んでました。世界大会出れなかったらやめようと思ってましたね、とりあえず。うん。そう決めたらやっぱ、まあ未練というか、やめるの嫌だなって当然思うわけですよ。で、それで、まあ直前までいろいろ練習したりとかで、まあ結果的にはなんとか世界大会出場ができるようになりまして、出場決定と、やったーと、世界大会出場できました。うん。非常にいいことですね。まあひとまず引退しようと思ってた拳をね、下げまして、うん。もうちょっと続けてみるか。
なんかそういうことも考えながらプレイしてたら、なんか、そうだね、そういうのもあって、ものすごいいろんなことを考えてしまって、最後のラストアタックで。なので、込み上げてくるものがありましたね。やめようと思ってたのに世界一になったんですよ。まあ、僕の力ではなく、他のメンバーがね、キャリーしてくれたっていうのが本当に、あれなんですけど。お、ちょっと待ってね。おい。どこまで話したっけ。まあ、本当にね、いい仲間に恵まれましたね。うん。まあ、そうだな。やっぱり、みんなでね、目標が世界一へっていうところでやってきたので、そこの共通認識で、ちょっと僕だけ、外れかけていた部分がちょっとね、精神的にきつくなった時期があって、うん、あったので、その辺も考慮して身を引くかちょっと考えてたところだったんですけど、実際にオンラインではなくてオフラインでいろんな他の選手たちと会ったり、会場を見たりすることで本当に勇気というか、モチベーションが上がりまして、まあ、撮影とかもいろいろあって、うん。悩みながらのプレイって本当は良くないんですけど、ちょっと悩んでて、結局悩みながらプレイしてたんですけど、本当にね、想像以上にね、受け入れられたんですよ。僕の評価って正直海外じゃ全然高くないんだろうなと思ってたんですけど、言うた言うたっつって、もうね、すごいです。もう海外の人は結構なんだろう、リップサービスっていうか、そういうのもあると思うし、過剰に結構日本人よりもね、打ち解けやすかったり、人見知りしない選手も多かったりすると思うので、まあそういう部分もね、日本と比べたらあると思うんですけど、本当になんだろう、受け入れられてる感じが本当に心からするみたいなのが、僕にとってはすごい心強くて、特にやっぱ MSE スポーツとか、今回決勝まで上がったトライブの選手とかも結構仲良く会話してたのでね、絶対決勝で戦おうねって言ってて、そういうのが本当に勇気づけられましたね。僕の中ではかなり大きかったです。まあ、あとは結局、何度も言ってるんですけど、会場でやっぱり直接声を大きく上げてくれたドズルさんとかの声がね、本当に聞こえてるんですよ、こっち。誰の声かもまでわかるレベルで聞こえるんですよ。うん。まあ、だからこそ相手の声援とかもね、非常に耳に入っちゃって気になるところもあったんだけど、それに負けないぐらい大きな声で日本の応援団も大きく声出してくれてて、で、ちょっとチラチラ片目にね、右目の前ぐらいにいたんで、ちょいちょい見えてたんですけど、もう、最後はもう無心で泣きながら攻めてました。うん。そうだね、ちょっとこの後行かなきゃいけないので、こんな感じで動画締めようかなと思うんですけど、あんまりまとめらんなかったね。なんかまとめる気もなくとりあえず時間あるし、始めっかみたいな感じで始めたので、なんか目的のある動画ではなかったんですけど、最後まで見てくださった方もいると思うので、ありがとうございました。まあ、そうだな。ずっと応援してくださってた方々、うん。クイーンウォーカーズだけじゃなくてね、僕個人をね、応援してくださってる方もたくさんいるのは本当にありがたいことで、なんか理解してるので、ちょっと弱気な部分今回は見せちゃいましたが、今回の経験、まあ、喜びだけじゃなくて悔しい気持ちっていうところも正直かなり持ったので、僕個人でとんでもないいろんな感情が今回の世界大会で自分の中であったので、もう天国も地獄から天国だね。地獄も天国も両方見ての優勝だったので、僕の中では。すごくいい世界大会になりました。本当に応援ありがとうございました。それしか言えん。あんまり、そうだな、言葉が足りず申し訳ないんですが、本当に
本当に本当に応援ありがとうございました。ぜひね、これからも、YouTube とかいろいろ続けていこうと思いますので、見ていただけると嬉しいです。今後はね、世界一が教えるクラクラ動画、日本語で見れるのは本当に貴重なものなのでね。はい。貴重ですよ。世界一が日本語ですからね。日本語だからね、英語じゃないからね。なかなかないですよ。そんなわけで、タイトルとかにもね、世界一が教えるとか、世界一のみたいなことね、めちゃくちゃ載せるかもしれないんですけど、うぜえなとか思わずに応援していただけると嬉しいです。はい。僕は基本的に僕のことを応援してくれる人のね、しか見ないのでもうそっち方面しか見ないことで僕のメンタルを保つことにしているので、ぜひ応援している方は、応援してくださる方は本当に感謝しておりますので、去年はちょっと疲れた。今後どうしようって思いながらの今シーズンだったので、すごく前向きな気持ちで終われる世界大会でした。本当に念願の優勝だったので、めちゃくちゃ嬉しいんですけど、嬉しい嬉しいってインタビューとかでいろいろ言ってるうちに自分の感じがわからなくなっちゃったんだよね、正直。かなり落ち着いてて今。うん。フラットで、どうでもいいよ、みたいな感じになっちゃってるんで、うん。だいぶ、エモーションをね、失った状況なんですけども、うん。ちょっとぐだっちゃったけど、最後まで見ていただきありがとうございました。というわけで、チャンネル登録、そ